皆さんこんにちは。こんにちは。ゆっくり主婦をチャンネルの時間です。時間です。今日も美味しい料理を作らせていきたいと思います。今回はちょっと趣向を変えるよ。移住して約半年、動画投稿も約25回。区切りがいいからオランダの移住生活について、話したいと思います。なんか YouTuber っぽい。話す内容はこんな感じ。まずはじめに、オランダのコロナ規制について。オランダでは一時期、大規模なロックダウンを行っていました。基本的にはスーパー、薬局など、一部のお店しか営業できなくなり、マスク着用の義務化など、大変なものでした。私はちょうどその頃に移住。嫁さん実家からの引っ越しと、ロックダウンで新生活準備がとても大変でした。懐かしいわね。今現在、2022年5月では、コロナ規制はほぼなくなっています。一部、飛行機などではマスク着用など、規制は残っていますが、オランダ内で普通に生活するのであれば、規制はないに等しいです。一応、まだ無料のコロナ検査場は稼働していますが、人々はコロナ前の生活に戻っています。私たちは4月に隣のベルギーに旅行に行きましたが、意外と観光客多かったわね。その際も、電車でのマスク着用義務だけで、ワクチンパスポートも必要ありませんでした。オランダも含めヨーロッパの国々では、多少、規制は残っていますが、日常生活を送るに際し、コロナ以前の、普通の日常を取り戻しています。次の内容に行きましょう。次はオランダの相場の話です。はじめに家賃についてです。この話をする前に、オランダの住宅事情をお話ししなければなりません。近年、住宅不足が深刻化していて、住宅不足に関してのデモなども行われました。また、ロシアとウクライナの戦争で、発生した難民の受け入れを政府が発表しています。そのこともあり、住宅不足が、より一層深刻化してきています。それでは、家賃相場の話です。だいたいこんな感じです。先にこの2つについて話しましょう。シェアハウスについては、この値段からの募集を目にします。大抵はファミリータイプの賃貸を、3、4人でシェアする感じで、家電は共用として、備え付けてある感じです。出費を抑えれる反面、プライバシーや同居人との相性が心配されます。一部では日本人同士でのシェアの募集も、ネットなどで募集されています。次の 1K1DK の話ですが、オランダ人は広い家を好む傾向があり、表記が同じでも日本より広いです。私がネットで見た物件は、広すぎて一人で使うのもったいない、と思う物件もちらほらありました。家具家電につきましては大抵ついていません。冷蔵庫はキッチンに付属されてることがありますが、出費が増えます。またこれらの単身者向けの住居は、アムステルダムなどの主要都市でも募集されてる、賃貸の相場です。次はファミリータイプの話をします。ファミリータイプ、1LDK 以上の物件ですが、1000ユーロ前後でアムステルダムなどの、主要都市では多分ありません。主要都市では1500ユーロ以上が相場だと思ってください。ではなぜ、1000ユーロからになっているかというと、主要都市から電車で1駅でも移動するだけで、家賃は結構下がります。オランダはそこまで国土が広くなく、自転車文化が強いので、そこまで移動に不自由しません。よく電車遅延するけどね。慣れない海外では主要都市に、目が行きがちですが、周辺の聞いたことのない街が狙い目です。運が良ければ相場以下の物件も見つけることも可能です。以上が家賃相場の話です。両方に言えることなのですが、契約に際し、詐欺などにご注意ください。前金を要求され、送金したら、
連絡が取れなくなったなどの話を耳にします。海外移住に不安がある場合は、お金はかかりますが、ちゃんとしたコーディネーター会社を利用することをお勧めします。次の話に行きましょう。次は光熱費についてです。オランダでは家賃に光熱費が含まれている物件もあります。私たちが住んでいる物件もそれなので、光熱費に関して詳しくありませんが、日本では毎月使用した分が請求されますが、オランダでは毎月決まった金額が請求され、年末に契約の使用量より少なければ返金され、契約より多ければ追加で請求される。とてもややこしいそうです。ヨーロッパではロシアからのガス輸入が多いので、ロシアの戦争でガス代がかなり高騰しています。オランダではガス暖房が主流なので、節約は大変です。光熱費に関しては、私も未だ手探りなところです。短いけど次の話ね。次は食費、日用品。これについては全部日本より高いです。今現在、戦争のせいで物価多少高騰していますが、戦争以前の物価と比べても、日本より高いです。いや、日本が安すぎるのかもしれませんが、ざっくりな計算ですが、日本で暮らしてた時より、1.5 倍の出費です。一応最後に、我が家の家計簿を公開しますので、参考にしてください。次の話に行くわよ。次は交通費。オランダの公共交通機関は、電車バストラムです。我が家では電車が主な交通手段なので、電車についてお話しします。オランダでは NS。日本でいう JR のような鉄道会社があります。もちろん、チケットを購入して乗るのですが、NS はサブスクリプションもやっています。だいたい1ヶ月40ユーロぐらいで、土日祝日、乗り放題。平日、一部の時間帯で運賃 40% オフ。などのサービスが受けられます。また、課金することで、平日も乗り放題。一等シート利用可能と、色々カスタマイズができます。我が家では月1回程度、嫁さん実家に行くので、片道で30ユーロぐらい。実家に1回行くだけで元が取れます。このサブスクはとてもおすすめです。次の話に行くわよ。次は保険の話。オランダでは、日本の国民健康保険などの国で運営している保険はありません。オランダの保険はすべて保険会社が運営しています。オランダでは法律で保険に加入することが義務付けられています。保険会社も数多くあり、自分に合ったプランの会社を選ぶといった形で、だいたい100ユーロ以上って感じです。私はまだオランダの医療制度を利用してないので詳しくはまだわかりません。使わないのが一番よ。だいたい話は終わったかしら。では最後に、我が家の家計簿をご覧ください。家賃が1100ユーロ。これには光熱費ネット代が加わっています。あとは生活に必要な家具、ベッド、机、椅子、ソファー、テレビ、食器棚。数多くのものが備え付けてありました。一応、大きい町にもバスで30分と、立地も良く、嫁さんからは家賃以上の物件と、高評価です。次は一応、携帯代についてお話しします。日本に比べて安いと思います。嫁さんのプランは、データ通話使い放題で25ユーロ。約3000円ちょっとです。次は保険料です。これは標準的なプランですね。嫁さんは歯医者もカバーするプランも追加してます。私は健康にまだ自信があるので、最低限の保険にしています。次は食費、日用品ですね。日本で生活していた際、3万円を基準に生活していたので、オランダでは多く見積もって、400ユーロを想定していましたが、全然オーバーします。オランダにも安い PB 商品があるので、そういったところでコストカットを行いたいと、努力します。次は交通費です。2人で先に行った、NS のサブスクと嫁さんの
通勤用のバス代ですね。嫁さんは週のほとんどがテレワークなので、こんな感じですね。休日電車無料で色々なところ行くのは、とても楽しいです。皆さんいかがだったでしょう。第25回ゆっくり主婦をチャンネル。何か質問、コメント、高評価、チャンネル登録、お願いよ。それでは、次回のゆっくり主婦をチャンネルをお楽しみに。お楽しみに。